どうもトレーナートラです。皆さん、だけど使わなくなってしまったキャンプギアあるのではないでしょうか。先日こちらの動画で私の持っている全てのキャンプギアを紹介したところですが、本日はその中から買って失敗したなと思うキャンプギアを紹介していきたいと思います。全てのギアについて、キャンプギアの説明、そして購入経緯、なぜ使わなくなってしまったのか、代わりに何を使用しているのかの順で説明をいたします。なお今回お話しする話は全て個人的な見解となっておりますので、そのギアが全ての皆様にとって失敗になるかというのはまた別の話になります。その点はあらかじめご了承いただけますと幸いです。この動画が少しでも良かった、参考になったと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いいたします。こちらロゴスのピラミッド焚き火台でございます。これはですね、文字通り、焚き火台でございまして、折りたたみ式となっております。収納するとのね、サイズ感になるんですけれども、ここから組み立てをしていくというものでございます。展開すると、このような形でピラミッド型の焚き火台になります。でも下の部分にね、灰受けがついていて、この灰受けが最初組み立てるところでお見せしたのに外れるので、これだけを灰捨て場に持っていけるという、そういう画期的な商品でございます。あと形がやっぱすり鉢状になってるので、横からのね、風を受けづらいっていうのと、あとはね、この五徳もですね、最初からついてくるので、後から別で五徳を購入する必要がないというのもいい点だと思います。で結構ね、この五徳がしっかりしてるんで、この上の部分のところに、大きめのフライパンとかを置いて料理もできるという仕様になっております。であとね、これ付属でこういう串みたいなのもついてきて、ここに穴が開いてるんで、ここに串をこうやって刺して、魚焼いたりとかねできるようになっております。実は料理にもね、使えそうな焚き火台となっております。でこれはキャンプ始めた当初ですね、一番最初に購入した焚き火台でございまして、まだその頃はあんまり知識もなくて、アウトドアショップに行った際にこれを発見して、すごいね、見た目がかっこよかったのと、かつ折りたたみもできてね、それでいて五徳も最初からついていて料理もできるということで、これを購入いたしました。当時からいくつか焚き火台自体はいろいろ種類あるの知ってたんですけれども、ピコグリルだとちょっとね、五徳が安定してなそうだなとか、コールマンのファイヤーディスクはちょっと底が浅くて焚き火料理は難しそうだなと思っておりました。でなんでこれを使わなくなったかと言いますと、主に2つ理由がございまして、1つ目は実はこれ焚き火の料理がしづらいなと思ったことです。これ市販で売ってる薪なんですけれども、こういうね、大きい焚き火台は市販の薪とかもね、ポンって置けるのが一ついい点だと思います。この五徳がついてなかった場合ですね、この五徳がなければ、こういった薪もこんな感じでね、こうポンって置くだけ、これだけの大きさがあっても十分に薪をくべれるっていうのが、こういう大きい焚き火台のいい点だと思うんですけれども、いざね、これ料理をするってなると、実際にはこのね、五徳をこんな感じでつけて、でその上にここにね、フライパンが来るわけですよ。例えば私が普段使っているブッシュクラフト焚き火フライパンってものなんですけれども、これがこういう風にね、上に乗っかってくるわけでございます。でそうした時に、じゃあ薪をどうやってくべるんだっていうと、間ね、こう四隅、ここしか薪をくべられる場所がないんですよね。こういう形ですね。これだとちょっと追加で薪をくべづらいなっていうのがありました。なので、くべるってなったら一回フライパンをどかすんですけど、どかしてこれを真ん中に配置すると、今度はね、ここの五徳から木が飛び出ちゃうんで、平らにね、今度フライパンが置けなくなっちゃうっていうね。ってなると端っこから入れるんですけど、端っこだとね、ちょっと真ん中の方に今度木がいかなかったりして、ここも飛び出ちゃいますし、ってなると、じゃあ五徳をいちいち外すのかって、それもまためんどくさいんで、要はね、これ平置き、横にこう置けないんですよね、この形上。置けたとしても、これを一回外してこう置かなきゃいけないっていう、それが結構めんどくさいなと思って、意外と焚き火料理には向かないなと思ったのが、大きく使わなくなった一つ目の点でございます。結構重量があるのでしっかりしていて、大きめのものをこうやってね、置いたりする五徳の安心感っていうのはありますし、炭を使う場合だとか、観賞用としては
とても優秀な焚き火台だとは思います。2点目は、シンプルにですね、もっと小さくてコンパクトな焚き火台が欲しくなったからです。これはキャンプ歴2、3年目あたりの時にバックパックキャンプだとか徒歩キャンプ、キャンプツーリングの興味を持ち始めて、より小さくて軽い焚き火台を探し求めるようになりました。なのでこれは別にこのギアがうんぬんというわけではないんですけれども、理由とするならばこれは重くてちょっと大きすぎたというのが使わなくなった理由になります。で、代わりに何を使用しているかというと、こちらですね、東京クラフトのマクライトというものでございます。これもですね、折りたたみ式の焚き火台でございまして、畳むとね、このサイズ感、軽さなんですけれども、重量がロゴスのピラミッド焚き火台よりは圧倒的に軽いと思います。で、実際に組み立ててみるとこんな感じで、ちょっとコツはいるんですけれども、難しいといったほどではないかと思います。実際に私はこの動画でも説明しているんですけれども、雪中バックパックと舗ソロキャンプに行った際も、これをバックパックに入れて歩いて持って行っておりました。で、これを使用することで軽くて小さくなったので、2番目の理由はこれで解消されましたと。肝心の焚き火料理なんですけれども、これは五徳が2段階に設定されているので、高い位置に置けば軽々薪は入れられますし、下の低い位置に置いたとしても、横が空いてるんで、薪をね、スライドして滑り込ませることができます。これにしてからね、焚き火料理のこのストレスっていうのがかなり減ったので、これは本当におすすめの焚き火台でございます。ただね、使用している時に、この動画でも説明してるんですけども、いくつか気になる点がございました。ただ最近発売されたマクライト2っていうね、改良版の方では、私の気になっている部分もほとんど解消されたようなので、ぜひこれからですね、購入を検討しているという方は、概要欄からマクライト2の方をご購入いただくのが良いかと思います。こちらちょっとメーカーはわからないんですけれども、ネットで購入したローテーブルでございます。これチルキャンピングさんがね、似たような商品を出していて、その模倣品のようなものかと思います。こんな感じですね。天板の部分がメッシュになっていて、サイドが木目調になっているというものでございます。で、足の部分はですね、これただパタッと畳むだけ。これだけですね。天板の部分は網目状になってるんで、多少厚いものを置いても大丈夫かなとは思いますけれども、公式でそういった発表はされていなかったと思います。これはキャンプを始めて少し経ったくらいの時に、一番最初はですね、この外のですね、私のギアショーで何回も出てきているこのフィールドホッパーですね。これを使っていたんですけれども、お試しのデイキャンプだとかミニマムキャンプで、使用していたものなので、本格的にソロキャンプがやりたいなと思ってメインテーブルとして購入したもので、ございます。とにかくめんどくさがり屋なので、設営が簡単なものがいいなと思っていた時に、ネットで見つけて安かったのもあって購入をいたしました。なぜこれを使わなくなったのかと言いますと、理由は2つございまして、1つ目はですね、粗悪品だったということでございます。ちょっとこれ分かりにくいかと思うんですけど、この足の部分のですね、ネジが緩くて、分かりますかね？ガタガタしてるんですよね。テーブルとしてはちょっと致命的なんですけれども、水平を保てない状況となってしまっておりました。ちなみにここだけじゃなくて、この天板の部分ですね。ここもですね、なんか数回使用しただけで歪んでしまいました。これ分かりますか？見ての通りボコボコしてるんですよね。でも足の部分だけでちょっとガタついてるにもかかわらずですね、ここの部分もデコボコとなると水平を保てないし、何か物を置こうとしてもボコってなっちゃうんで、もう何もいいことがない机となってしまいました。今はですね、別の方法として、この上にですね、大きいコンテナを置いて、物置として使用をしております。で、2点目はちょっと高さが微妙ということですね。で、テーブルを選ぶときはやはりチェアとかの足が非常に重要になってくるかと思います。で、当時持っていた椅子は、壊れてしまったので今はないんですけれども、今使っているメインチェアはスノーピークのローチェアとヘリノックスのグランドチェアでございます。ヘリノックスのローチェアぐらいでしたら、この高さでもいいんですけれども、スノーピークのローチェアだとちょっと低すぎるかなっていう感じですね。この高さがこのリモコン1個ないぐらいなので、地べたにこれを置くと結構低いということになります。なのでもう椅子を使わないジベタリアンスタイルの時にちょうどいいぐらいの高さのテーブルとなっております。ただジベタスタイルのキャンプをやる時って大体野営とかバックパックキャンプの時なんで、そういった時にはこのテーブルを持ってくる選択肢はないです。
ということで、以上2点からこのテーブルは使う機会が激減してしまったというものでございます。で、じゃあ今何を使用しているかと言いますと、このホールアースのヒートレジスタントテーブルというものを代わりに使用しております。これも形は似たようなもので、こういう風にね、1枚天板があって、横っちょに取っ手がついていて物をかけたりすることができます。で、これはちゃんと公式ね、耐熱構造ですって謳われているもので、この真ん中の部分に穴が開いているので、ここから熱が逃げるような構造になっております。裏面に足が収納されておりまして、この足を外して組み立てるというものでございます。ちょっと家なので組み立てられないんですけれども、これ肝心の高さですよね。ヘリノックスのグランドチェアと合わせるとこんな感じですね。使えないことはないですけど、ヘリノックスのグランドチェアと合わせるとちょっと高いかなぐらいの印象ですね。これは主にオートキャンプメインで使いますので、その場合はどちらかというとスノーピークのローチェアと組み合わせて使うことが多いです。一方のスノーピークのローチェアと合わせるとこんな感じですね。バッチリの高さでございます。横に置いても前に置いてもかなりいい感じです。で、ソロキャンプだとこれくらいの大きさで十分ですし、気軽に持ち運んだり移動したりもできるので、値段のことを考えるとこれは非常にコスパのいい製品だったなと思います。メインテーブル選びって非常に迷うところなんですけれども、持っているチェアとの相性と組み立てが簡単なこと、それからあまり大きすぎないこと、これが私個人的には重要かなと思っております。概要欄に URL 貼っておきますので、気になった方はぜひ見てみてください。はい、続いてのギアはコールマンのルミエールランタンでございます。このキャンプギアはですね、市販の OD 化に接続して点火するというランタンでございます。こちらこういったですね、ケースに入っておりまして、開けてみると、こんな感じでランタンが収納されております。実際にどうやって使うかというところを一度お見せしたいと思います。これ先ほど申し上げた通り、この OD 化にですね、接続して使うものなので、これをですね、OD 管にガチャッとくるくるくるとして、まずは接続をします。こんな感じですね。この次に、ここでガス、バルブですね、を開けて、こういったライターとかを火元を近づけてあげると、こんな感じですね。火がつくというものになっております。で、ここに調整レバーがついていて、火を強くしたいときはこうやって感じですね。これ炎が少し高く上がると。で、これを下げてあげると、火が小さくなるという商品でございます。どうでしょう皆さん。この女性を自宅に招いた際に使えと言わんばかりのムーディーな炎。チャラチャッチャッチャラチャ。これはキャンプ歴1年目か2年目ぐらいの時に、もともとはこの後に紹介する LED ランタンを持ってたんですけれども、LED ではちょっと味気ないなということで、もうちょっとおしゃれなランタンが欲しいなと思って探していた時に購入したものでございます。おしゃれなランタンで検索すると、やはりオイルランタンが最初に出てくるんですけれども、当時は結構めんどくさがり屋で、初心者だったってこともありまして、あんまり難しいことはしたくなかったので、オイルランタンには抵抗がありました。でこのコールマンのルミエールランタンであれば、ろうそくのようなね、こういった美しい炎が見れて、でかつ OD 化にね、今みたいに接続するだけなので、そんなにめんどくさくもなくて、初心者でも扱いやすそうだなと思って購入をいたしました。ではなぜこのとってもね、なね、ランタンを使わなくなったのかと言いますと、理由は3点ございまして、まず1つ目はですね、やっぱ OD 管を使用するっていうのがちょっと嫌になってしまったということです。OD 管というのは、コンパクトになるのはいいんですけれども、こういったですね、横長のCB 管と言われるものですね。CB 管よりも値段がね、結構高い傾向にあります。そこまでガスを大量に消費するというわけではないんです。ランタンはね、やっぱ夕方くらいからずっとつけっぱなしにすることが多いんで、なんやかんやで結構ガスは使ってしまっているのかなっていう印象があります。お金のあるキャンパーさんならそんなに気にならないとは思うんですけれども、毎日ね、動物の餌みたいなのを食べてる私にとっては、ちょっとこの点が気がかりになってしまって、なんだか積極的にね、使うのが嫌になってしまったというのが一つ目でございます。また私が持っているバーナーで OD 管を使用するタイプのものがございます。これ外のアミカスというバーナーなんですけれども、仮にこれで料理をするとなると、こっちで OD 管を使用しますんで、
ランタンを併用するためには OD 缶を2つ持っていかなくてはいけませんし、同時に使用したらもうガス代ばっか気にしちゃって、もう気が気でないキャンプになってしまいます。ということで、それが1点目の使用しなくなってしまった理由となります。で、2点目は、ガラスで壊れやすいという点でございます。これはね、私が心配性なだけかもしれないんですけど、こういった一応ね、先ほど紹介したように、こういったね、専用のケースがついているんですこれが結構薄いので、こういったケースに入れといたとしても、割れてしまわないかちょっとね、心配になってしまいます。で、購入当時はそれなりにお値段もしたので、ちょっと壊したくないなっていう気持ちが先行してしまったっていうのはあります。で、3点目なんですけれども、残念ながら女性とキャンプに行く機会がないということでございます。ソロキャンプだとか、男友達とキャンプに行くことは結構あるんですけれども、そもそも女性とキャンプに行く機会がほとんどありません。で、当初は一人でもね、おしゃれな雰囲気を作りたいなと思っていたんですけれども、1点目、2点目の使わなくなった理由も考えると、女性がいないキャンプでわざわざこれを使っておしゃれな雰囲気にする必要がないんじゃねっていうふうに考えるようになりました。本チャンネルはですね、99% が男性視聴者なんですけれども、奇跡的に見ている女性の方がおりましたら、インスタグラムの DM にてご連絡をください。で、これの代わりに使用しているのがこちらですね。デイツのハリケーンランタンでございます。こちらはアルコールランタンでございまして、こういったアルコールと、これですね、芯ですね。これを別で購入して、この芯にこのアルコールを浸して火をつけるといったものでございます。これは結局躊躇していたアルコールランタンに挑戦したくなって使ってみたらそこまでめんどくさくもないし、何より OD 缶を使用したランタンよりもおしゃれでキャンプ感が増すというのが使用している主な理由でございます。この芯をですね、長めにセットしておけば、あとはこのオイルをですね、ちょくちょく補充してあげるだけで、結構長持ちするので、OD 缶よりはコスパはいいのかなと思います。やっぱりアルコールランタンにはアルコールランタンしかない独特の雰囲気があって、多少のめんどくささを凌駕するものがあるんですよね。私、インスタグラムもやってるんですけれども、やっぱこのデイツのランタンはとっても映えるので、しょっちゅう写真撮りたくなっちゃうんですよね。どうですか皆さん、このランタンも。インスタに上げとけば世界中の女性キャンパーからモテることも間違いなしと言ったらそれは過言でございます。概要欄に詳細を貼っておきますので、気になった方はぜひ確認してみてください。だからこうやって使ってみるとやっぱ、ルミエルランタンもいいな。続いてコールマンのバッテリーガードという商品でございます。これはですね、何かというと電池式のランタンでございまして、この裏面のところに電池をはめて、でこの上部のところのボタンを押すとライトが光るというですね、非常にシンプルな構造のランタンでございます。光量調整とかはなくて、もうこれボタンを押す、消すのみの仕様となっております。一応上部にフックがついているので、何かね、こういった形、吊るしたりすることも可能となっております。結構見た目も可愛らしくて、当時、テントとかなくて、デイキャンプをね、サクッとする時とかに使用をしておりました。これはキャンプを始めた一番最初の頃、ランタンがないと夜が暗すぎるということで、初めなので、とにかく安めのランタンを探していた時に購入したものでございます。なぜ使わなくなってしまったのかと言いますと、シンプルに光量不足と感じることが多かったからでございます。これは一長一短で充電をする手間がないという利点はあるんですけれども、やっぱグルキャンをするときとかにはもうちょっと光量が欲しいなって思うこともあったのと、あとは完全にこれの上位互換と思えるギアが登場してしまったということが大きな理由でございます。はい、では代わりに使っているかと言いますと、こちらゴールゼロライトハウスマイクロフラッシュでございます。こちらは電池式ではなくて充電式の LED ランタンでございまして、裏面のところにこういった USB の接続端子がついているので、iPhone とかのね、ブロックのところにガチャッとつけて充電するタイプでございます。でこちらは2段階の光量ですね。これが一番明るい状態ですね。で、これが1個光量を落としたライト。そして、この上部は光ですね。懐中電灯の機能。この3つの明かりを放つことができます。これはですね、まずね、こんなにね、小さいんですよね。この先ほどのバッテリーガードと比べると、これくらいの大きさですね。で、これが私の力こぶなんで、これと比べるとやはりですね、かなり小さいということがわかるかと思います。光量という意味でも、ゴールゼロの方がちょっと明るいかなという印象はあります。で、この小ささ、明るさであれば、これを複数個買って、
こう別々の場所に置くことで、サイトもかなりおしゃれになりますし、明るさを保つこともできます。で、私は野営もしておりますので、この懐中電灯機能というのがですね、とても便利で、真っ暗な森を歩くときとかにも非常に重宝をしております。で、これはですね、こういった模倣品もいくつか出ておりまして、結論から申し上げると、私はこのゴールゼロがいいかなと思っております。こちらの模倣品とかはですね、数回使ったんですけれども、今壊れてしまってつかなくなってしまいました。で、こちらのものはね、サイズ感的にちょっとやっぱ大きい、ゴールゼロよりも大きかったりして、あとね、ちょっと光量がね、こうやって見るとそんななんですけれども、実際に使ってみるとやっぱゴールゼロよりは光量がね、足りないかなって思う時はあります。これは別に悪くないんですけれども、この非常用のね、この機能いらないなっていう、多分ね、災害とかをね、想定して作られたものだと思いますので、そういった用途の人にとっては必要なのかもしれないですけれども、これも一長一短ではあるんですけれども、この模倣品の方はね、こういうキャップがついてて、ここの部分が磁石になってるので、こうなんかどっかにカチャってね、くっつけたりすることもできるんですよ。こうキャップになってるんですよ、取れる。で、ここがマグネットなんで、どっかにこうカチャってつけたりすることもできる仕様になっております。ゴールゼロの方はね、それ実はないんですよね。で、こういった模倣品の方がゴールゼロよりは安い傾向があります。細かい作りの違いはあるんですけれども、数千円の差なので、そういうことを考えると、やっぱこう物がいいゴールゼロを選ぶのがいいのかなと個人的には思っております。概要欄に URL 貼っておきますので、気になった方はぜひ見てみてください。続いてはこちら、雑貨の国のアリスのアウトドアラックでございます。これは折りたたみ式のラックでございまして、もともとはこんな感じのものなんですけれども、上に引っ張ると、全然画角収まってないですね。はい、ちょっと今横にしましたけれども、4段のラックになるわけでございます。はい、こんな感じで1、2、ちょっと画角映らないですけど、3、4と下にもあって4段のラックになる商品で、ございます。この組み立てにはコツがいるんですけど、慣れれば本当にすぐにビヨヨーンって上に上げるだけでラックが完成するというものでございます。確かこれ3段のものもありまして、ただ、いろいろ物を詰めた方がいいかなと思って私は4段のものを購入いたしました。で、こんな感じでギアを置いて、サイトよりおしゃれにですね、スッキリさせることができるというものでございます。結構ね、重量はあってずっしりはしております。で、これはソロキャンプの道具を一式揃えて、で、よりサイトをですね、やっぱおしゃれにスッキリさせたいなと思った時に、どうしてもギアの置き場がないなと思って購入したものでございます。当時ですね、この後紹介するラックだとか、ハンギングラックみたいなものっていうのはあんまり流行っていなくて、こういったものがね、主流となっておりました。なんで使わなくなってしまったかというと、これはシンプルにですね、見た目ですね。この色合いと、木の感じがいいなと最初は思って買ったんですけれども、ただ他のギアとかの統一感とかを考え始めると、ちょっと自分の雰囲気に合わないかなと思い始めました。で当時はこんな感じで、コールマンツーリングドーム LX のテントに、先ほど紹介した机だとかラック、これを並べておりました。どうでしょう、悪くはないとは思うんですけど、正直今の自分の好みではないかなと思います。一番上のこの4段目のところにはどんなに高さがあっても、どんなものでも置けるんですけれども、例えばですけど、このアルコールランタンですよね。こういったものを段の真ん中2段目とか一番下とか3段目に置こうとすると、高さ的にちょっとギリギリ入らないんですよね。コールマンのルミエールランタンも高さ的にギリギリ入らないっていうね。一番上の棚のところには何でも好きなものを置けるんですけども、ここら辺に置けるものはちょっと限られてるっていうのはあると思います。ただ意外とこのラックに置くものそんなになかったらね、4段じゃなくて3段でもよかったかなっていうふうには思います。あと家の家具とかもそうなんですけども、高さがあるものって結構ね、圧迫感を与えてしまうんですよね。で、じゃあ代わりに何を使用しているかと言いますと、キャンピングムーンさんのアウトドアラックでございます。でこれは容器に入っている状態なんですけれども、中を取り出すと、こういったですね、黒いラックがこれ2枚セットで入っております。足が折りたたみ式になっておりまして、このようにして開脚させて、
こうですね。これがちょっとね、硬いっていうのはあるかと思いますけれども、こんな感じでね、ラックが完成するというものでございます。耐荷重もそれなりにありますんで、割と重いものを置いても頑丈な作りにはなっております。天板の部分が網目状にはなってるんですけれども、別売りでですね、こう板、専用の板みたいなのが販売されておりまして、それをこの上にセットすると、机としてもね、使用することができます。で、さらにですね、これは、これ同じものを上に2段重ねることもできます。私が持っているサーカス TC とかフロアレススタイルのワンポールテントの中に入れようとすると、端っこはですね、デッドスペースがあって結構低いものしか置けなかったりするんですけれども、これならね、2つ別々に平置きにして、そういう端っこ、デッドスペースにも置きますし、重ねてもそんなに高さはないので、少し隙間を空ければ、端に置くこともできます。あとはやっぱり見た目ですね。黒だとサイトに締まりが出て、ちょっとシックでかつスタイリッシュな印象を与えることができるかと思います。重量はそれなりにあるんですけれども、オートキャンプがメインのものになりますし、収納すると、これくらいの、薄さにもなるので、そこまでは気にはならないです。こういうね、天板が網目状だったりすると、端っこのところとか、穴が開いているところに、ギアをね、かけたりできるのも、非常にいいかと思います。こちらの概要欄に URL を貼っておきますので、気になった方はぜひ見てみてください。こちらコールマンのツーリングドーム LX でございます。これはドーム型のテントでございまして、こんな感じで、慣れるとですね、10分もあれば組み立てができて、成人男性2人が寝ても余裕があるくらいの大きさになります。ちなみに成人男性3人でも寝たことあるんですけれども、通勤ラッシュの東西線みたいにパンパンになるのであんまりおすすめはしません。これの特徴としてはやっぱり前室があることですね。ポールは別売りになってしまうんですけれども、私は DOD の安いポールを使用して、こんな感じで前室を作って使用しております。これから多少の雨であればこの下に避難してやり過ごすことができますし、仮にこの前面のところを閉めたとしても、中にちょっと空間ができるので、おこもりキャンプもやろうと思えばできるという仕様になっております。耐ストレージもかなりしっかりしているので、ありとあらゆる場面で対応できる、原点にして頂点。特にキャンプの初心者には根強い人気を持つテントでございます。これキャンプ1年目の頃に、最初はテント以外の小物をちまちま買ってデイキャンプしたりだとか、テントだけ借りてキャンプしてたんですけれども、いよいよソロキャンプをやるためにテントを買うかと思い立って購入したものでございます。これ同じメーカーの商品で ST っていうソロサイズのテントもあるんですけれども、じゃあなんでその ST ではないのかというと、将来彼女ができた時にテントであんなことやこんなことをしたいという妄想が膨らんでいたがためでございます。結果としてその機能を果たさず、ただちょっとサイズがでかいソロ用テントとかしているのは言うまでもありません。で、じゃあなんでこれだったかというと、やっぱり最初は難しいテントとか目新しいものはちょっとね、やめとこうという風になって、王道を攻めるのがいいだろうということで、そうするとですね、大体スノーピークのアメニティドームか、コールマンのツーリングドーム ST っていうのが候補に上がるんですよね。で、私はすごいひもじかったので、安いこっちにしたっていうのが購入経緯でございます。で、なんでじゃあこれを使わなくなってしまったかというと、理由は大きく3つございます。1つ目はですね、やはり当たり前なんですけれども、1人にしては大きかったという点でございます。それをテントたくさん使った後にこれを使うと室内がめちゃくちゃ広くて、ホテルとか泊まってめっちゃ広いベッドだった時の幸福感あるじゃないですか。あんな感じでそういう気持ちにはなれるんですけれども、その分やっぱりね、結構重量もありますし、それ用としてやっぱり ST の方がいいのかなというふうに思うようになりました。で、2点目がキャノピーでは日置きが十分にはならないっていうことですね。キャノピー立てれば電子が作れるっていう話なんですけれども、結構素材が薄いので、濃い影を作ることはちょっと難しいです。で、暑い時期にキャンプをするってなると、別でタープが必要になるかなっていう印象を受けます。なので、結局 DOD の5日のタープを立てて、これをインナーテントとして、使ったりもするんですけれども、ちょっと色味とかサイトの統一感とかなくなってしまうのと、やはりね、テントとタープ両方立てるんでね、疲れます。はい。で、3つ目は見た目ですね。これはこれね、結構かっこいいとは思います。で、特にこの色とか自然にマッチする感じ、非常に気に入ってはいるんですけれども、この後お話しするんですけれども、ここまでお話しした3点をそれぞれ解決するテントを購入してしまったので、これの出番は少なくなったということになります。では、代わりに何を使っているのかと言いますと、実はこれ他に3つ私テントを持っておりまして、それを使い分けております。
。まず理由の一つ目と挙げていた、一人にしては大きいという点については、ネイチャーハイクのサイクリングバックパックテントというソロ用テントを購入して使用しております。登山とか徒歩キャンプにも挑戦したいなと思って購入したものでございます。とっても小さくて軽い、それでいて安くて見た目も悪くないという、私にとって本当に理想のテントでございました。しかもね、これもともと安いのにグランドシートでも付属で付いてるっていうね、もう大盤振る舞いテントですね。これはかなり汎用性が高くて、いろんなキャンプで使用しております。テントは基本寝るだけっていう考えの方には、これで十分なのかなっていうおすすめの商品でございます。2つ目の日よけ問題なんですけれども、こちらに関しては天幕デザインのサーカス TC デラックスというものを使用しております。これは1人だと少し大きいんですけれども、2人だとちょうどいい大きさで、ワンポールテントのフロアレススタイルなので、中に入れば日に当たらずに済むというものでございます。さらにこの DX っていうのはこの前の部分が特徴的で、この前の部分を上げると、日よけをね、作ることもできます。さらにですね、前の視界を確保したいときは、ポールを追加すればこんな感じで立派な屋根を作ることもできるという優れものでございます。このサーカス TC デラックス本当に気に入っておりまして、3番目に挙げた理由の見た目という部分に関してもこのテントに軍配が上がるかなと思っております。で、設営も結構簡単ですし、何よりね、この見てください。本当にね、めちゃくちゃ映えるんですよね。はい、で、最後の3点目の見た目という部分に関しては、バンドックのソロベースというものを購入して使用しております。このコールマンツーリングドーム LX も森とかにマッチするのがいいかなと思っていたんですけれども、やっぱりより武骨な森に合うテントというと、やっぱりパンプテント。ツーリングドームを使用するのであれば、こっちを使うっていう場面がとっても増えました。で、これはフロアレススタイルなんですけれども、付属の蚊帳を取り付ければ、虫がいても問題ないですし、やっぱり見た目がね、とってもかっこいいなって思います。で、TC 素材なので、この下で焚き火をしてもある程度火の粉にも耐えられるっていうのも非常に気に入っているポイントです。サイズはコールマンツーリングドーム LX より小さいですし、値段もかなり安いので、とても重宝しております。各テント含めて概要欄にリンクを貼っておきましたので、気になったものがあれば、ぜひ見てみてください。はい、続きまして最後は横戸さんのスパイスボックスでございます。これは名前の通りですね、調味料を入れるケースでございます。大きさとしては2リットルペットボトルを並べるとこれくらいですね。横にするとこれくらいの大きさでございます。中を見ますと上部のところにメッシュのポケットがついております。実は仕切りのようなものが入っていたんですけれども、ちょっと邪魔になって捨ててしまったので、今はないんですけれども、本来は確か6分割ぐらいできる仕切りがついていたかと思います。で、これはキャンプ歴2、3年目ぐらいの時に、キャンプで料理する際に、自宅に調味料があるのにわざわざスーパーで買うのはもったいないし、特にソロキャンプだとスーパー行って市販の調味料買っても余っちゃって、もう家にそれが溢れ返っちゃうって感じになってたので、調味料はできるだけ家から持っていこうということで購入をいたしました。で、これはなんで使わなくなってしまったかというと、結局ですね、市販の調味料がこの中には収まりきらないことが多いからです。例えばなんですけれども、こういったね、このサイズ感の調味料、バジルとかターメリックとか、塩とかね、こういうものは高さ的にも問題なく収納はできるんです。収納はできるんですけれども、結構スーパーで売ってる調味料ってこれくらいのサイズ感のものが多いんですよね。自宅で使う分には私独身なんですけれども、これくらいのサイズ感でもいいかなと。スーパーによりますけれども、だいたいこれぐらいのサイズ感のものがね、どうしても多い。結局じゃあこれをここに入れようとするとですね、こんな感じでですね、高さが入りきらないんですよね。で、結局これが蓋が閉まらないんで、いつもこういうところに、ちっちゃい調味料だとか、こういったものですね、いろいろ詰め込んで、なんかこんな感じで飛び出た状態で、大きなギアボックスとかに積んで持っていってたっていう感じになります。で、代わりに使用しているのは、この100均のスパイスボックスでございます。で、これ確か3個入りぐらいで100円だった気がするんですけれども、このね、上の部分が実は、砂糖とか塩とかだと見えますかね、3つ穴がついているタイプを使っていて、で、醤油とか液体類は穴が1個なんですよね。液体類と固形のスパイス
みたいなものを使い分けて使用することができます。で、それをですね、このワイルテックのギアケースのこの部分にですね、何種類かのスパイスをこんな感じで入れて、このケースごと持っていってるっていうような感じですね。で、結局ソロキャンプで使う調味料って限られてるし、ファミキャンとか以外だったら、これくらいの量があれば、1泊のキャンプならもう十分なんですよね。で、これくらいのボトルに調味料を入れておくと、数回キャンプに行けば、もう全部使い切れるんですよ。で、そうすると、調味料を入れ替える回数が多くなって、確かに面倒っちゃ面倒なんですが、逆に私みたいな面倒くさがり屋は、これくらい容量が小さくないと、もうずっと放置して調味料がね、腐っていっちゃうんですよね。だけど、これくらい小さいと、もう入れ替える手間はかかるんですけど、常にフレッシュな、賞味期限を守った調味料を持っていくことができるんですよね。はい、ということで以上が買って失敗したキャンプ道具7選でございました。少しでもよかったら参考になったと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。